写真家ウジェーヌ・アジェは1923年にパリのノートルダム大聖堂を撮影しました。セーヌ川を挟んで斜め後ろから撮られています。1925年にもアジェはほぼ同じ位置からノートルダムを撮っています。思想家ヴァルター・ベンヤミンは写真がアジェにおいて歴史の過程の証拠物件となり始めていると言いました。それからおよそ100年後、アジェが撮影した場所と大体同じ位置から2019年9月末に眺めた様子はこのようなものです。2019年4月15日に起きた火災によってノートルダム大聖堂は尖塔と屋根の3分の2を失いました。パリのノートルダム大聖堂は1163年にパリ司教モーリス・ド・シュリによって建設が決定され、それから1世紀以上の年月をかけて3人の建築家たちによって建設が遂行されました。ゴシック建築の代表でもあるサンドニ大聖堂が王家が資金を提供した贅を尽くした建築物であるのに対して、ノートルダム大聖堂は市政の人々のための大聖堂です。ノートルダム大聖堂はゴシック建築の特徴を備えています。ゴシック建築は高さと光を求める建築です。建物が上へ上へと伸びていくこと、そしてステンドグラスから光を取り入れることを可能にしたのはフライングバットレスと呼ばれる梁です。石の天井の重みは建物の側面と背面に備え付けられたフライングバットレスへと逃げていきます。フライングバットレスで支えることによって薄い壁やステンドグラスの設置が可能になります。ノートルダム大聖堂の側面と背面にフライングバットレスがありますが、それは機能だけではなく美しさも兼ね備えているように見えます。ノートルダム大聖堂のステンドグラスはバラ窓と呼ばれる円形の窓です。ノートルダムとは聖母マリアを指していますが、バラは聖母マリアの象徴です。バラ窓という呼び名は17世紀以降に広まったもののようです。ノートルダム大聖堂は100年戦争などで破壊され、17世紀から18世紀にかけてリノベーションが行われてきました。17世紀のノートルダム大聖堂はこのような姿でした。1804年のノートルダム大聖堂の内部の様子を画家ジャック・ルイ・ダビッドが残しています。皇帝となったナポレオンの戴冠式がノートルダム大聖堂で行われました。教皇ピウス7世に背を向けてナポレオンが皇后に戴冠している場面を描き出しています。1830年に起きたフランス7月革命を描いたドラクロワの民衆を導く自由の女神の背後にはノートルダム大聖堂が煙の中に佇んでいます。中世に建てられた尖塔は崩れてしまい、またフランス革命の時期を通じてノートルダム大聖堂は破壊され荒廃しました。19世紀半ばにウジェーヌ・ヴィオレル・デュクによって中世の姿を取り戻すことになります。2019年の火事で焼け落ちた尖塔はヴィオレル・デュクによって作られたものでした。ヴィオレル・デュクは修復を過去のいかなる瞬間にも存在しなかったかもしれない完全な状態に建物を戻すことと言っています。
またノートルダム大聖堂のガーゴイルが有名です。ガーゴイルは怪物の形をした雨どいです。これもほとんどがヴィオレ・ル・ドゥクによって再建されたものです。1905年に成立した政教分離法によってフランス国内の大聖堂の所有者は国家であること、ただし大聖堂の管理・運営は教会に委ねられることが定められました。現代のフランスでもライシテと呼ばれる国家と宗教の分離が原則なのですが、ノートルダム大聖堂は長きにわたって宗教的な場であるだけではなく、コミュニティの空間でもありました。2019年の火災の後、マクロン大統領はノートルダム大聖堂がフランスにとって歴史であり文学であったと述べ、5年後の再建を目指すと言いました。ノートルダム大聖堂は今再建の途上にあります。